こんにちは、ずんだもんなのだ。久しぶりだな、嵐でいた。そして足立ゆいの頭の上に乗ってるのがボイドールなのだ。ボイドール、ボイドール。というわけで今回はこの3人でホイヨンをやっていくよ。今回も何かモットーを入れてるっぽいな。そうなのだ。今回は OIW、ワンイヤーワーモットを入れているのだ。一年戦争なんだ、そこ100年戦争とか、一年戦争みたいな名前の戦争が。1年戦争は機動戦士ランダムシリーズで、地球連邦とジオン公国が宇宙空間及び地球で行った戦争の名前なのだ。名前の通りほぼ1年で開戦から終戦まで駆け抜けたよ。でもなあ、地球連邦とタカが公国だろ。タカも観覧シナステートの出来事なんじゃないか。侮ることなかれ、これは人類史上最大の戦争だ。あ、そうなんすか。まあ1年戦争を再現したのがこのモッドだし、実際にプレイしてどんなのかを見ていくのだ。早速行ってみよう。あ、でもちょっと待って、私ランダムが飛んだとか全く知らないんですけど。じゃあまずはランダム世界の歴史について解説してからゲームを開始していくのだ。よろしくお願いします。時は9世紀末、世界人口の90億人突破に伴う資源不足、環境破壊などの諸問題を解決すべく、人類はスペースコロニーへの移民計画を発表。宇宙移民遂行のための組織として地球圏をまとめ上げる統治機構として地球連邦が発足する。2045年、地球と月の間のラグランジュポイントに建設されたサイドと呼ばれるコロニー群への移民開始とともに、西暦から宇宙世紀への改暦が行われる。宇宙世紀0046、ジオンズム大君がコントリズムを提唱。スペースノイドの経済的政治的な自活を主張する。宇宙世紀0058、サイド3、地球連邦政府からの独立を宣言。ジオンズム大君を主犯とするジオン共和国が発足。これに対して地球連邦はサイド3に対しての経済制裁を発動する。宇宙世紀0068、ジオンズム大君が死亡。次期首相にはデギンソドザビが指名され、従来の穏健的な独立運動から一転、武力行使も厭わない独立運動を展開し、大君派の政府主要人物を排除。翌年にはザビ家による独裁体制を確立し、共和制から公国制への移行が行われ、地球連邦とジオン公国の戦争が迫っていた。という感じの歴史を歩んできたのだ。地球から人類を宇宙に上げようとした地球連邦と、その地球連邦に唐突に歓喜を翻したジオンという構図か。今最低だな、ジオンが。それはマーン。なんだその感じでもあるさ。マーナにはともあれゲームスタートなのだ。スタート、スタート。というわけで、ゲームが始まったわけだが、まずは何からしていくか。それじゃあまずは我らが地球連邦の詳細から見ていくのだ。生態は絶対民主主義。指導者はヨハン・エイブラハム・レリュー将軍なのだ。民主主義のくせに軍艦が指導者なのか。いやこれは地球連邦軍のトップとしての指導者だから、多分別に主張がいるのだ。なるほど。そして国民精神は全部で4つ。1つ目は大艦巨砲主義。宇宙世紀22年に地球上から全ての紛争を消し去った後、地球連邦軍の中心は宇宙軍に移ったのだ。そしてそんな広大な宇宙を舞台にする宇宙軍は超長距離からの砲撃戦になると考え、戦艦中心の大艦巨砲主義に傾倒しているのだ。宇宙での戦闘は空気抵抗がない分、無限にタナナレーザーが飛ぶからな。超遠距離からセンサーとミサイルで撃ち合う戦いこそが宇宙世紀においてスタンダードで類ないものだ。2つ目は木星戦艦事業への投資。木星戦艦が運んでくるヘリウム3で核融合をぶん回せ。この世界だと核融合でヘリウム3を使うんだな。3つ目は産業の空洞化。全人口110億人のうち90億人が宇宙に移った今、地球産業は大きく衰退しました。まあいいんじゃね。もともと全人宇宙にやれる予定だし。何この金木は。そして最後はジャブローのモグラ。地球連邦に反旗を翻したサイド3の連中の冒険主義はもはや戦争を不可避な地点まで追いやったのだ。我々連邦は戦争に備え、司令本部を南米のアマゾン川流域の地下深くに移転したよ。核攻撃に耐えられる強固な岩盤の底には本向きの王以外にも豪商だったり宇宙港も備わっているのだ。ずんだもんの説明と実際の効果が全く逆なんですけど。地下に引きこもる連邦の首脳部がどうして宇宙の状況を知るのだろうか。奴らは宇宙の状況を知らずに役に立たない命令を下すのが仕事だ。そして国家方針はこんな感じ。左が政治系ツリーで右が軍事系ツリーなのだ。政治系ツリーにはサイドに対して融和的に振る舞うか、もしくは強硬的に振る舞うかと2択を選べるのだ。まあ今回はすでに強硬路線の方が選ばれているからあんま関係ないけど、そして軍事系ツリーの方は従来兵器に注力したり、新兵器のモビルスーツの開発に注力したりできるようなのだ。まずはどれから始めますか。まずはグラナダへの警告から始めるよ。グラナダ、スペイン語。
イアココレイウグラナドは月面都市のグラナダなのだ。月の裏側、地球連邦に反旗を翻すジオンポトサイド3に最も近い都市。グラナダにはジオンの軍事企業のジオニック社の本部があったりと、両者の関係は深いのだ。両者の関係を破壊することでジオンの力を解くことができるな。ちなみに南米大陸の西、ここには宇宙空間を再現したエリアがあるのだ。地球連邦は地球トルナツ建設中のサイド7も領有してます。一方のジオンはサイド3とアマワクル、ソロモンを共有してるな。その他列面にはフォンブラウンとグラナダ、ラグランジュポイントにはサイド1から6までが存在するのだ。マップ上だと1つのサイドにコロニーが3機しかないように見えるけど、実際は1つのサイドにつきコロニーは30機ほどあるのだ。まあ30機分のマップに乗車したらえらいことになるからな。そして研究枠は全部で5つ。従来の小銃や戦車、戦闘機などの研究に加え、ガンキャノンやガンダムなんかの研究項目が追加されているのだ。まあモビルスーツなんぞわざわざ研究しなくとも、我々地球連邦はその圧倒的工業力を持って既存兵器で十分対処できるのだ。臨時構造920火器、軍事構造440火器、当選553か。連邦とジオンの国力差は30対1。さあ勝てるか。戦艦を作りまくっているのだ。必ず勝てる。さすが国力の法則。軍事構造も旧軍事構造単位で割り振っていなかる。それじゃあ時間を進めていくのだ。早速ニュースが来たな。これはサイド7の建設が大詰めを迎えたとのニュースなのだ。後期の延期ならでだいぶ遅れたが、何がどこまで完成だ。大量の工場やらインフラが手に入るのだ。今度はなんだ。これはジオンの紙幣機。高次元差で使うモビルワーカーみたいだな。100ミリ弾を発射するマシンガンに盾を装備しています。それに今までのものとは違う機動力を有しています。100ミリ弾で戦艦が沈むとでも？いくら機動性が高くても追尾するミサイルには劣るでしょうな。それとこのアバワ空の文字、おそらくは資源開発用の小惑星を秘密基地にしたっぽいのだ。これを受けて地球連邦は直ちに小惑星保有に関する法律の見直しに着手。小惑星の正しい運動が行われていない場合は戦闘か境界小惑星を接収するの。罰則強化、罰則強化。それと同時期にはペガサス91番艦が完成したのだ。宇宙空間と大気圏と総合での運動ができる優れものだ。そして後期が大詰めを迎えていたサイド7は正式に発足。これにて全サイドが完成し、連邦の悲願であった宇宙委任提督が完了したのだ。ただ20億人が非常にいるんですけど、それでも完了なのか。地球連邦、何か隠してる。ポイズンドラゴン、サイド3ジオン研究が独立を宣言したの。宇宙世紀58年にも独立宣言をしてたし、毎度のことなのだ。前回の独立宣言の時は一定の自治権を与えてうやむやにしましたが、今度はどうなるか。ジオンは本気で戦争をするつもりなのか。宣戦布告と同時に各地でジオンの艦隊が連邦艦隊に攻撃を始めたとの情報もあります。直ちに反撃、物量で圧倒するのだ。ジオン公国の宣戦布告をきっかけに歴史は大きく動き出す。その戦いの果てにあるものとは、その戦いは人類に何をもたらすのか。人類史上最大の戦いは今まさに始まろうとしていた。開戦と同時にジオン公国軍が月の裏側にある月面都市グラナダに進駐しました。まあ元からジオンに近いやつらだったし想定内。同時に月の表側にある月面都市フォンブラウンの中立を宣言。なんだあの野郎。それと最後する勝手にジオン軍が徴収してきてるんですけど、勝手には連邦軍が駐屯してるだろう。ジオンと新兵器モビルスーツを前にボコされてるの。攻撃してきているのはモビルスーツ3師団だぞ。戦車武士団がに負けてるのだ。コロニー落としてきたー。ブリティッシュ作戦、30対1の国力の差を覆すジオン必勝の作戦である。強大な弾頭と化したスペースコロニーは動き始める。目標は南米連邦軍本部ジャブロ。戦いは新たなる局面を迎えようとしていた。シドニーが南米のジャブローにコロニーが落ちることはなかったが、分裂したコロニーの先端部がシドニーに直撃したか。分裂したコロニーのうち一つはカナダ西部、もう一つは太平洋上に落下しました。北米全土にコロニーの破片が散らばり、太平洋沿岸の人口密集地帯に大津波が押し寄せています。半年間出動性、師団回復率、戦争協力度が半減するのだ。他にも空母含む艦船が64隻沈んだの。
それと、ジオンは、第二次ブリティッシュ作戦を計画しているとのこと。次は、サイド5、ルームにジオンが来るといいの。直ちにルームに連邦軍の艦隊を派遣するのだ。ルーム9域において大規模な海戦が始まりました。コロニー落としをされたとはいえ、まだ連邦宇宙軍は健在。ここで決着をつけるのだ。連邦宇宙軍、アイレス。なぜかなる？ミノフスキー粒子とモビルスーツのせいで大敗したといいの。ミノフスキー粒子？高濃度になると電磁波を吸収する特性を持つ透明な物質です。この影響で連邦軍が従来想定していた誘導ミサイルなどによる超遠距離からの打撃が封じられ、そこに中近距離戦を想定した圧倒的機動力のモビルスーツが投入され大敗した形になります。宇宙における戦いは今までの連邦軍が想定していたものとだいぶ違ったのだ。それよりも、連邦軍総司令官とメビル将軍が、先の海戦でことになったことが、ジオン側から発表されたの。どうしよう。青い鳥作戦、青い鳥作戦。ベリル将軍を救出するぞ。トーマラス海をジオンに、送り込ませることで救出できるのだが。しかし地球連邦はコロニー落としの混乱やルーム海戦での大敗、地球連邦総司令官レビューの捕獲により休戦協定の締結に動いているよ。なんだと？その後南極においては閉会議が開催。おいおいおい、このままだと連邦がジオンに実質降伏しちまうぞ。ベリル救出成功。南極条約の締結会議中に救出作戦が成功。友軍基地より全世界に向けて継戦演説を行ったのだ。この演説により南極で行われていた講和会議は大量破壊兵器などの使用を禁止する戦時条約の締結にとどまりました。戦争をするのはいいがもっと綺麗にということなのだ。先のルーム海戦では連邦の宇宙艦隊は壊滅しましたが、ジオン側も消耗激しくコロニー落としをできるほどの艦隊を持ってません。初戦は連邦とジオンと国賊差が30対1。ジオンに兵なし。我々が必ず勝利する。次回 V 作戦お楽しみに。